こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回は、コンパスの中心から風車型ブランチマイニングを開始しました。防具が整う前に廃坑を掘り当てたりクリーパーに襲われたりしましたが、私は元気です。案外意外と粘るわね。ぼちぼちこのワールドに愛着湧いてきたので、あまりロストしたくないお年頃です。さてやっと装備が整ったのでダイヤをエンチャントテーブルに回せるようになりました。ってこうじゃない。そもそもダイヤ一つで作れるのならもっと前に作れてましたよ。テリー、疲れてるのよ。息抜き動画なのに。いやー、これから地上に出ないとならないので気が重いんです。さて手持ち材料を調べたら、本棚一つ作るのに紙が9枚必要で、サトウキビが少し足りません。でもそれより牛をいっぱい狩る方が大変なんですよね。運が悪いとなかなかいませんし。昔は川はいらなかったのにね。さて地上探索に行かないと。なんで気が重いかというとやはり落下死があり得るからなんです。なんでこんな高いところに地上があるんですか。そこに地上があるからよ。螺旋階段は登るのがだるいんですよね。あらここ1ブロックも開けてなかったのね。ダイヤ装備固めるまで地上に出てくるつもりなかったので。なんだか木の脇から這い出してきた成虫になりたての虫みたいよ。さて頑張らないと、ついでなのでベッドの予備も作ってしまいます。そういえば羊が肉落とすようになったのはこのバージョンからですが、ついに羊も中身があるようになったんですよね。まあこの企画では関係ないですけどね。さて4分ほど東に進んで海が見えてきました。今回の地上探索は本棚材料確保が目的ですが、ついでに鶏は飼って矢の生産に備えます。いつも思うのですが、羊はベッド、牛はエンチャント台、鶏は矢の生産という役割があるのに豚はないんですよね。豚は乗り物だからよ。なんとなく、いつも見かけては無視する地上のカボチャを回収する気になりました。でもモブの声がするので1個だけです。さてずっと北側を進んで地図の東を折り返したところですが、ウィッチのポーション攻撃はシャレになりません。万が一があります。さらに4分ほど進んで再び湿地に入ったところで、またウィッチの小屋があるじゃないの。地図に気を取られてて気づくのが遅れました。お、やっと明るいトンネル見つけた。よかった、これなら安心してくぐれます。一方、前方に見えているような暗いトンネルは、いくら魅力的でもくぐる気になれません。あれ向こうまで突き抜けてるの？多分、危ないので確認しないですけど。さてひとまずリスポーン拠点の真上に戻ってきました。まだ川が足りておらずもう少し探索しないとならないですが、先に少々整備します。このままだとちょっとわかりづらいものね。ちょうどカボチャが手元に一つあるので、まあ目印はこんなもんで、あと周辺の木を伐採して松明を軽く振りまいておきます。さて、川を求めて地上探索再開したところで、そういえばウサギの皮からも作れることを思い出しました。少しかわいそうじゃないの？ウサギが乗り物だったら別なんですけどね。そういう基準なんだ。でもまあ集めても手間ばかりかかるかも。やっぱり牛を探します。というわけでなんとか牛の群れを見つけ、皮が必要数集まりました。さて地上探索を終えてリスポーン拠点真上に戻ってきました。そういえば前々から気にしていたのですが、この企画ではリスポーンしないんですよね。死んだら新ワールドだし。あえて言うならジエンド攻略したらリスポーンするわね。しますけどこの企画ではいきません。まあスポーン拠点の故障では味気ないし、気が向くまでこのままにします。さてリスポーン拠点の岩盤の部屋です。金の人参は残り5本で、そろそろ畑作ります。
地上探索に鉄を持って行き忘れていたので、地上に水汲みに戻る羽目になりました。おかげで金の人参が1本減りましたが、これで無限水源の準備よしです。そしてようやくダイヤの桑のクラフトです。昔冗談で作ったことはありましたが、実用的な目的で作ったのは初めてです。よし、ひとまず完成。やっぱり岩盤には人参畑が似合います。キノコ栽培の方が似合うわよ。そしてエンチャント台のセッティングもようやく行えます。なんかどんどんブランチマイニングの環境が整ってきて嬉しい限りです。でも、肝心なエンチャントが出るのかしらね。で、記念すべき1回目のエンチャントですが、幸運2のようです。やや微妙ですが、でもそう悪くもない。ある意味今一番出て欲しくないのはシルクタッチなんです。幸運と競合するのでシルクタッチはないですね。シルクタッチでは経験値得られないものね。で、なんとなく破損ツルハシで次のエンチャントを見てみたら、なんと幸運2です。これで幸運3入手は確定しました。かなどこで経験値が削られるのは痛いですが、でも序盤で幸運3はありがたいです。というわけで最前線へ。次が13周目、新調したツルハシでガリガリやっていきます。とりあえず金。さらに金。で、ようやくダイヤが出て幸運2を試します。4鉱石で8個のダイヤが取れました。結局13周目は金鉱脈が4つ見つかり、ダイヤを突き放します。ダイヤはむしろ減ってるわね。ツルハシ2本とクワ、エンチャント台の分です。さてダイヤを新調してエンチャントです。どのみちさっきの幸運2と合成する予定よね。破損寸前のツルハシでエンチャントしてもよかったんじゃないの？あまり考えてませんでした。まあダイヤ3つなんて採掘のトップスピードになれば4分程度のロスにしかなりません。左右に置き換えて、安い方はコスト16でした。かなどこの計算式が以前からどう変わったかはまだ未調査で、情報が集まったら調べていく予定です。さて、では早速最前線へ。経験値貯め直さないとなりません。14周目、ダイヤがまさかの0でした。せっかく幸運3手にしたのに。7個も消費してるけど。ツルハシ2本とシャベル1本分です。さて次の集会に行く前に、そろそろ人参育ってるかと見に行ってみます。まだちょっと早かったですね。まあ育ったのは植え直して畑広げておきます。そこそこ広くなってきたわね。ひとまず1回の収穫でワンスタックくらい取れる広さにしたいです。さて、手狭になってきた拠点も広げました。奥のチェスト2つは不要品と丸石系の用途です。で、手前のチェストはいるものを下に、鉱石系を上にです。相変わらずチェストの整理が好きね。畑仕事用の土は一つクワの横に置いて、いい感じになりました。さてまた最前線に戻ります。でも、ぼちぼちと6個がないと移動が面倒になってきました。さて15周目でようやく幸運3のお披露目です。ダイヤ鉱石8つで19個のダイヤが取れました。やっとダイヤ不足が解消したかしらね。その10分後、溶岩の雫が滴ってきました。多分溶岩池でしょうけど。上に登ってみたら案の定です。まだ火炎耐性ないんですよね。慎重に埋めないと。さて15周目終了です。ここまでの発見した鉱石数は、金は期待値とトントンですが、ダイヤは 14% ほど少なくてやや心配です。まあダイヤの埋蔵量は全然作の数値から算出してるので、そのうち帳尻が合うでしょう。あら、前作じゃなくて全然作なのね。
前作は鉄や石炭を積極採掘してて、それら鉱脈の裏に隠れたダイヤ鉱脈群も含んでいるんですよ。それが前回お話しした計算ミスの正体です。ちなみに金の期待値は、前作のダイヤと金の比率から算出してます。さて、リスポーンすることのないリスポーン拠点に戻ってきました。ぼちぼち上位の金リンゴが作れるんですよね。ちなみに今回の企画ではネザーによらずポーションが作れないですから、代わりにいざという時は上位の金リンゴを食べる予定です。なんだってでもテリーのことだし、いざという時は慌てて一つ横の水バケツをぶちまけてワールドロストでしょ？もちろんその可能性も多々ありますけど、うまく上位の金リンゴを使える可能性も十分にあります。さて、キリがいいので今回はこのくらいで、次回はトロッコ式筒ブランチマイニングです。当面の課題は採掘用のツルハシの入手ですが、でも万が一の時のためにエンチャント装備を優先するのもありかなと思ってます。ダイヤ1万集めるのなら万が一もありそうね。では次回も頑張っていきます。それではまたね。バイバイ。